皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、在韓米軍の駐留費用負担についての交渉。この交渉が大きな動きを見せました。アメリカのトランプ大統領は、負担が少なすぎるという不満を以前から述べていました。そのため今回の金額交渉においては、従来の5倍という金額を提示しています。一方、5倍という提示を受けたムン・ジェイン大統領は、何としても交渉を長引かせて、この額を下げさせようと工作を行っているところです。そして、現在行われている交渉において、本来であれば7時間程度の交渉時間が設けられていたにもかかわらず、アメリカ側がわずか80分で交渉の席を立ったというニュースが流れてきました。このように交渉時間を全く考慮せず途中退席をするというのは前代未聞の出来事です。また、この交渉決裂によって事態はさらなる進展を見せ、在韓米軍の撤収という問題にまで発展するのかどうかといったところが話題になり始めています。それでは在韓米軍撤収の話題にまでつながった今回の交渉決裂の記事を見ていきましょう。それではニュースをお聞きください。防衛費交渉80分でアメリカが中断。韓米同盟史で前例ない決裂。光が漏れる隙間もないという韓米同盟関係で前例にないような状況が生じた。両国代表団が19日、ソウルの国防研究院で防衛費分担金交渉を始めてから80分後、アメリカ側が交渉の場から出ていった。当初韓米は第11回防衛費分担金特別協定 SMA 締結のための3回目の交渉を18日、19日と2日間の日程で行うことにした。18日の4時間に続き、19日には午前10時から午後5時まで昼食時間を含めて7時間の交渉を予定していた。しかし会談は午前11時20分頃終わった。外交部は担当記者団に文字メッセージを送り、防衛費分担交渉が予定通りに進行しなかったと伝えた。外交部はアメリカ側が新しい項目の新設などを通じて防衛費分担金が大幅に増額されるべきだという立場である反面、我々は SMA の枠の中でお互い受け入れ可能な範囲内で合意すべきという立場と明らかにした。韓米ともに交渉の場を先に出たのはアメリカ交渉代表団だと確認した。韓米は交渉が決裂した理由について公開的に場外世論戦まで行った。ディハート代表は、我々はお互い受け入れ可能な協定に進むため、必要なら我々の立場を調整する準備までしたとし、しかし不幸にも相手側の提案は公正で公平な防衛費分担のための我々に要求に沿うものではなかったと明らかにした。続いて、結果的に我々は今日交渉を突然中断することになった。これは相手側に最高の時間を与えるためとし、私はお互い受け入れ可能な協定を結ぶための努力ができるよう、新しい提案が出てくることを希望すると述べた。韓米同盟列車の脱線、ワシントンも驚いた。アメリカ国務省、交渉終わるのではない。アメリカの防衛費分担金交渉代表が交渉の場から出ていくという韓米同盟史上初めての事態が発生したことに、ワシントンも驚いた。アメリカ国務省は19日、交渉が終わったわけではないという立場を明らかにした。しかし、ワシントンの専門家らは、韓米同盟が衝突に向かうところで脱線した。アメリカは同盟から離れようとしているのかと、驚く反応を見せた。アメリカ国務省の高官は19日、ソウルで開かれた韓米防衛費分担金協定 SMA3 回目交渉の決裂に関連して、交渉は無期限中断するのかという質問に対し、ジェームズ・ディハート交渉代表の声明を引用し、我々は相手側が相互信頼とパートナーシップに基づいて努力する準備ができたとき、交渉を再開することを期待すると繰り返した。交渉が終わったわけではないという立場を確認したのだ。続いて、トランプ大統領は、警告が公正により多くを負担できるはずであり、負担しなければいけないということを明確にしてきたとし、我々はアメリカが弾力のある韓米同盟を持続強化できるよう、公正かつ公平な SMA 交渉の結果を追求するとし、従来の立場を再確認した。しかし国務省はアメリカ側の要求と相手国の逆提案、防衛費交渉が決裂すれば
米軍を撤収するのかという質問には答弁を拒否した。進行中の交渉細部内容と関連事項、未来の過程に対する推測性の質問には答えないという従来の原則に基づくものだ。エスパーアメリカ国防長官もフィリピン・マニラでの記者会見中、分担金交渉が合意しなければ在韓米軍の撤収を考慮するのかという質問に対し、我々が何をするのかしないのかについて予測したり推測したりはしないと述べた。国務省と同じ原則的な答弁だが、15日の韓米定例安保協議共同声明第7項で、現在の安保環境でアメリカ国防長官は戦闘準備態勢を向上させるために現水準の米軍兵力を維持するという約束を再確認したと述べたのに比べると後退した答弁だ。また、警告がより多く負担すべきだというハリス駐韓アメリカ大使の指摘は、北朝鮮の絶えない武器増強を抑止する費用が増えているという側面では正しいとしながらも、警告は昨年、分担金を 8.2% 増額し、現地駐留費用の 50% 分担要求にほとんど合わせたと説明した。さらに、警告は昨年、ドイツの 1.2%、日本の 0.9% よりはるかに大きい GDP 比 2.6% を国防予算を使い、2022年までに 2.9% に高める計画とし、2008年から2017年に67億ドルの軍事装備を購入し、世界3位の最大購買者とも紹介した。続いて、警告が安保ただ乗りでないという証拠であり、66年の韓米同盟が平和を維持して相互繁栄の地政学的環境を築いたことだけでも同盟を維持する正当な根拠となると主張した。2人はアメリカがあまりにも多くの分担金を要求することには多くのことが絡んでいるとし、相違的な交渉が同盟を強化すると指摘した。そして7月の議会公聴会で提起された懸念のように分担金交渉の失敗が在韓米軍撤収につながれば同盟の終末を知らせる宣言になると警告した。今回交渉が決裂した要因として考えられるのは、何といっても両国の考えが全く折り合わないからです。アメリカのトランプ大統領はかねてから在韓米軍の駐留費用負担というものが少なすぎるということを不満に思っていました。ですからトランプ大統領が目指すのは駐留負担費用の 100% 負担です。一方でムン・ジェイン大統領としては従来の金額というものをベースにして増やしたくないというのが本音でしょう。ムン・ジェイン大統領は現在自国の軍拡に取り組んでいる最中であり、米軍に支払うお金を増やすということは考えていません。一方では何としてでも 100% を目指すというアメリカ側と、一方でこの負担率の増加というものを一切跳ねのけたい、そのような両者の完全な行き違いが今回のような交渉決裂という結末を迎えたのでしょう。ただし今回交渉は決裂に至ったわけですが、何も今後一切交渉を行わないというわけではありません。あくまでも今回はうまくいかなかった。だから話し合いは一旦やめようというふうにして中断しただけであり、環境を変えるような外部的な圧力が今後加わっていくということを匂わせています。それはもちろんアメリカ側が金額を下げるという話ではなく、ムン・ジェイン大統領の側がこの5倍に近づけるように努力しなさいというプレッシャーをかけている、そのような外圧です。そして今回の交渉決裂があまりも劇的であったために、エスパー国防長官のもとにはこのまま在韓米軍の撤収につながるのではないかというような質問が行われています。エスパー国防長官自身もこの交渉が難しいというふうに考え始めているでしょう。なぜならば、ムン・ジェイン大統領はいわゆるアメリカというものの存在をあまりよく思っていないという事実があります。それは日米が進めているインド太平洋戦略にムン・ジェイン大統領が非協力的であり、中国に対する姿勢というものが非常にアメリカではなく中国寄りだというふうに見られているからです。つまりムン・ジェイン大統領にしてみれば、米軍の存在というものは必ずしも重要ではないと心中思っているのではないかと疑われているのです。もちろん表立ってアメリカ軍に出ていけというようなことはムン・ジェイン大統領自身は一度も発言はしていません。大統領の発言としては
日米韓の連携は大事ですねと一応上辺では言っています。しかしそう言いながらも、インド太平洋戦略には非協力的であり、中国には何としても近づこうとする、そのような姿勢が伺えます。ですから今回の在韓米軍の駐留費用負担についても、なるべくなら払いたくないというような姿勢を最後まで堅持する可能性があります。そのようなことになれば当然のようにアメリカ側との交渉が折り合うはずがありません。費用負担を求めてもそれに応えないというのであれば、在韓米軍の一部撤収というものは非常に現実味を帯びてきます。皆さんはどのようにお考えでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。ニュースについての収録が終わったのですが、少し余談をしていきましょう。それはサブチャンネルをどう使っていくかということについてです。コミュニティのタブにおいては説明はしたのですが、やはりコミュニティだけでは見ていない方も多くおられるので、一度動画の中で説明をしていこうと思っています。これまで私のチャンネルでは、お隣の国に対する話題というのが非常に多くなっています。お隣の国に対する注目度というのは非常に強いので、動画を作ってきたわけですが、同時にお隣の国の話題を取り扱うというには非常に大きなリスクを伴います。動画が不適切指定を受けることもたびたびですし、人によってはそのままチャンネルごと消されてしまうということも起こっています。このような事態に対して私が最初に考えた方策というのは、チャンネルを複数持つということです。メインチャンネルが消されたとしても、サブチャンネルで活動を継続していこうというのが基本戦略でした。しかし、私は一つ発想の転換をした方がいいのではないかというふうに考えました。それは現在私たちが見ているこのチャンネルの方をいかにして安全に運営していくかというのを第一にして、むしろサブチャンネルの方をもっと広報塔として利用すればいいのではないかということです。例えば今皆さんが見ているこの動画の中において、私はあの国について直接国名を言うことは一切ありませんでした。同じようにしてあちらの国名というものを表記もしていません。これは動画のタイトルや説明文についても全く同じです。あちらの国名を唯一使えるのはおそらくは動画のサムネイルの表紙絵だけです。動画のタイトルや動画の説明文にもしもあちらの国名が入っていたら YouTube の AI はこの動画はあちらの国について何か言及しているな、少し危険だなという風にして警戒レベルを上げてしまいます。そのため YouTube がこれは要警戒のチャンネルだなという風に目をつけると簡単に不適切指定が行われてしまいます。こういった YouTube からの監視の目を逃れるために私は動画のタイトルや説明欄、そして動画の中においてあちらの国の国名をはっきりということは一切行わないようになりました。おかげで不適切指定を受ける確率というものは確実に下がっています。しかしここで大きな問題が一つあります。それはあちらの国の国名を全くどこにも書いていないのですから、インターネット上においてはあの国の情報はどうなっているのかなと思って検索する人に対しては一切表示されないようになっています。YouTube の検索窓に国名を入れて打ったとしても、私のチャンネルや私の作った動画というものは一切上がってこないのです。今このチャンネルはまさに地下に潜伏したような状態です。そこでサブチャンネルを活用しようと思います。一旦投稿した動画に対してある程度の加工を行って、その上でサブチャンネルに投稿します。そのサブチャンネルに投稿する際には、はっきりとあの国の国名について書いて、インターネット上であの国の情報を知りたがっているという人が検索しても引っかかるようにするためです。また、YouTube が一体どのような言葉に対して反応して不適切指定を行っているのかという実験場としてもサブチャンネルを活用しようと思っています。このようにサブチャンネルは、まずは YouTube の AI が一体どのような言葉を不適切と判定しているのか、それを試すための場として使います。そして第2に、あちらの国名をしっかりと書くことによって、あの国の情報を知りたいという人に適切につながるためのそのような場にしていこうと思っています。ですからメインチャンネルはあくまでも安全に地下に潜伏して活動を行い、そしてサブチャンネルにおいてはあちらの国名をしっかりと書くことによってあの国の情報を知りたいという人に確実につながるような場にしようと思っています。これまではメインチャンネルが先に潰されて、その後にサブチャンネルに移行するという形だったわけですが、今度は全く逆にメインチャンネルは常に地下に潜伏して
そして、おとりとしてサブチャンネルが活動を続けて、そしてやられ役になるという戦略になっていきます。そして具体的に言うと、メインチャンネルで投稿した動画というのを加工して、翌日サブチャンネルで投稿するというような流れになると思います。動画の中身については加工しますが、それはあくまでもスパム投稿ではありませんよということを証明するためのものであり、私の話している内容それ自体に何か手を加えることはありません。以上のようにメインチャンネルとサブチャンネルの役割について少しこれまでの違う取り組みをすることをお話ししました。似たような動画があっても、ああ、そういう事情があるのねというふうに理解してもらえると嬉しいです。それでは余談についてはここまでになります。それでは次の動画で改めてまたお会いしましょう。またね。